皆さん、こんばんは。今回は、ブラックホワイト湾最初のジムがある町、三洋シティ。そして、そのお隣の廃墟、夢の跡地です。まず、三洋シティですが、ここには多くの方が何度も訪れていたでしょう。正確には、3番道路のあそこに向かうために空を飛ぶで寄っていた、ということですね。そんなわけで、よく覚えている方も多いであろうこの町。西の庭園っぽいところは、3番道路と接続する部分のツタが伸びているアーチ。これをそれっぽい雰囲気が出るようツタを絡ませるのに苦労したり。あと、鳥、豆鳩かな？や、ピカチュウっぽいカットがされた植栽アート。これはもうマイクラのブロックじゃ手の打ちようがないので、簡単な 3D モデルを用意しました。しかし、悩んだのはこの庭園より建物が並ぶ東側です。北側の三洋ジムやらの個性的な建物。この辺りは、まあ、再現を頑張るとして、何に悩んだかというと、この、建物の密集具合。完成紹介で感じた方もいらっしゃると思いますが、この一帯、かなり建物が密集しているよね。じゃあ、もっと道路とか建物も広くすればいいだけじゃん。いや、これでも一回り街全体を大きくして、ゆとりを作ったつもりなんです。ただ、それでもなんか密集している感じになっちゃって。もっとも、街自体をあまり大きくしたくない、という気持ちもありまして。というのは、カノコ、唐草、山陽、七宝。この辺り、つまりブラックホワイト湾でスカイアローブリッジを渡る前の街はどこもなるべくコンパクトにしたいんです。なぜかというと、スカイアローブリッジ、そしてヒユンシティ。その壮大さ。初めてブラックホワイト湾を遊んだ時は、ただただその壮大さに感動した思い出があります。その壮大さを際立たせるためには、そこに至るまでの街を大きく作りすぎない方がいいのではないか、と考えておりまして。もちろん、大きく作らないから適当に、簡単に済ます、という話ではなく、ちゃんと建物を作って雰囲気を出そうとした結果、三洋シティは、まあ、あの密集感になっちゃったんですが、スカイアローブリッジ、ヒユンシティのためということでお許しくれっぴー。三洋シティはそんなこんなな感じですが、お隣の夢の跡地。ここも思いのほか、かなり、大変でした。地上部分は複雑な建物があるわけでもなく、廃墟っぽく雑に作ればいいよねと、気楽に望んだわけですが。いや、ここ広いね。広い分、作るのも大変だった。先ほどお話しした通り、街は大きく作らない方針ですが、それ以外の、矢車の森や3番道路なんかは大きく作っており、その調子で夢の跡地も挑んだら、きつかったちょっとこだわった点としては、この廃墟の地上部分と、残った地下の部分、当然そのまま上下の構造になると思うわけですが、地上の北西のあたり、一部地面に穴が開いている箇所があるんですね。一方、地下のマップを見ると、これまた北西のあたり、地上から光が入り込み、草が生えている箇所がある。これは、まあ、そういうことでしょう。ということで、そこを合わせるように、地上と地下をつなげました。結果、階段でつながった部分はこれまた、本家にはない通路を用意して無理やりつなげるしかなかったのですが、それでも、この方がなんか、ロマンあるよねと思い、なんとか作成し、意外とどちらも苦労した、三洋シティと夢の跡地がこちらです。
ということで、産業してと夢の跡地でした。何度もここのポケ線に降り立ち、自転車に乗って庭園を抜け、アーチをくぐった思い出がありますが、なぜか、ここの庭園でバスラオくんをたくさん釣った思い出もあります。夢の跡地は、当時はあまり意識していませんでしたが、作ってみてわかりました。なかなかロマンのある場所ですね。名前の夢の跡地といい、この廃墟具合といい。ついつい、ここで何が行われていたか、いろいろ考えたくなっちゃう、そういうロマンがあります。そんなロマンを感じる場所になったかな？さて、これで一応、すべての式は完成となり、次は南に進み、2番道路。そして唐草タウンです。唐草タウンも、BGM なんかが好きでよく覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。街自体も結構立体化すると面白そうな街。引き続き頑張りますので、また次回、よろしくお願いします。